にちは。今回はダンダダン第1話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。今季一アニメが決まってしまったようだ。考えるな、感じろって感じやな。今季一番おもろかったわ。日後これでよかったのに、さすがに無理だわ。下ネタ満載すぎて冒頭から無理だよ。やべえ、これ1話最高じゃん。めっちゃぶっ飛んでて面白い。なんか安倍の場所魔法商店町っぽい雰囲気。とりあえず気合の入った制作ということは分かった。十分な質は確保できてるな。実在の高倉健とは一切関係ありません。割と木曜は楽しめそうなクールになりそうやな。これスタイリッシュで所感がちょっと鼻につくけど面白かったわ。面白いじゃん。視聴決定。とりあえずウルトラマン好きなのは分かった。まあまあ面白いな。これが OK ならランマとヌベへのリメイクも期待できるな。すっげえ面白かった。原作読みたい。ギャルっぽいのにブラとパンツがダサいのはいただけない。見た目ギャルだけど中身清純派だし。そうだった。せめて黒だったらよかったのに。深夜アニメはこれくらいぶっ飛んでる方が楽しいわ。作画最強だし声優豪華だし、今期の派遣アニメちゃいますのこれ。ほぼキルラキルだよなこれ。パニコに要素も混ざってる。予想以上に面白かった。田中真由美ちゃんの声が毎週聞けるだけで継続確定です。ダンダダンは本当に作画漫画って感じで、ストーリーは盲点でダメなんだが、アニメーションの味付けで持ちこたえれそうではある。やっぱ売れる漫画は妖怪だの超能力なんだね。このノリ嫌いじゃない。映像はサイエンスサルらしさ全開だな。面白くて草。派遣アニメなりますわ。原作全く知らんけど想像よりはるかに癖が強くて笑ったわ。シオンのこんな演技もできるんだな。つかみとしては面白かったわ。面白かったわ。オープニングは合ってるのか知らんけど、独特な画風でいいね。今期の派遣決まったわこれ。原作知らんけど派遣感漂ってるな。これ原作超えるかもな。花江も和歌山シオンもめちゃくちゃ良かった。癖の強さで視聴決定。実際の高倉健とは一切関係ありません。じゃああのセリフは何なんだよ。似たようななろうがカッコする中、オリジナリティがあっていいね。これは目を引くわ。ドロヘドロ感あるな。監督同じ人だっけ。違う。強いて言えばモブサイコスタッフが近い。自分キルラキルを思い出しました。一巻で読むのやめちゃったけど以降面白くなってるのかな。それは確実に面白くなってる。俺を信じろ。前々回あたりでようやくダンダダンの単語出てきたからそこまで読め。クローン技術を得るまではメスがいたのかな。最近のデイアンがそんな感じの話に。すげえ金かかってるなこのアニメ。ターボババアーバ幽霊なんか妖怪でなく TBS がこんなのアニメ化するわけない。 MBS と TBS の差がわかる。いくらギャグアニメとはいえ田中さんに一物連呼させるとかようやるわ。思ったより面白い。この名乗りシーン、原作で読んだことあるけど、芸能界の事務所からクレーム来なかったんかな。死んでいるしな。なかなかすげえアニメだな。絶対万人に受けねっていうか今まで誰もその名前に突っ込まなかったのかよ。視聴者置いてきぼりアニメ。面白い。面白すぎる。何かつぼった。おもろいけどこの勢い続くんかな。むしろ暴走して困る。おもろいやんけ。今んとこ今季一。え。ちょい心配してたけどほぼ原作通りで満足。これは期待感マックスだわ。1話のつかみはすごいな。このテンションが続くか。正直よくわからんけどおもろかった。ちなみにタイトルの意味は最近原作でようやく名前が出たぐらいで未だに分かってません。作がすごかったな。これがどこまで続くのか。田中真由美はレギュラーだよ。エロが素晴らしかった。まあほとんどエロ要素なくなっていくけど。派遣だな。すごいアニメが来たわ。とりあえずここまでで今季最高の第1話来ちゃったな。JK が下着で暴れまくるだけで喜びすぎの俺ら。
サイエンスサル作画でエロスを感じるとかなかなか玄人だな。これは地上波の夕方アニメでやれないわ。ターボババアの可愛さがいまいち再現できてないな。なんてことだ。このアニメは世紀末オカルト学院2期だったのだ。もう全然内容覚えてない。この漫画描いた人がチェーンソーマンのアシスタントなの。原作の超作画をうまく落とし込んでて満足した。よくわからんかったわ。ここでは評価いいようだな。玄人好みの質アニメだね。背景はうまいんだけど、顔の描き分けできてないんだよ、この作者。エンディングのラスト、高倉健への配慮されてて声出して笑った。高倉健ってロック前代未聞だろ。勢いがすごかった。今の若い子も外国人も高倉健知らんやろ。なんとなくつけてただけなのに途中から目が離せなくなった。むっちゃおもろい。期待しなかったが結構楽しく見れたわ。ダンダダン1は面白かった。オタク男子とオタクに優しいギャルのバディモノ良いね。ターボババアは笑った。あとサイエンスサルのアニメーションやっぱり良いな。サルのアニメってワクワクするんだよね。セルポ星人もターボババアも声え。ただバナナをくださいに対しての返しが肝なのは声出して笑ってもうた。セルポ星人は中井和也さんでターボババアが田中真由美さんらの効果で笑う。高倉健ですのとこで UFO 爆発するのも笑う。要するに面白かったです。しばし圧倒されて目が点になるも、古式ゆかしい都市伝説を彷彿とさせてワクワクが止まらなかった。ターボババや一物どころか度肝を抜かれてしまった笑い。バトル作画も秀逸で、エログロナンセンスに暗中模索なロマンス。こりゃあ見ものだね。ダンダダンの作がすごかったな。色もなんか原作がそのままアニメーションになった感じ。やっぱジャンプ漫画はああでないとな。迫力さと面白さとこのメリハリとオープニングとエンディングのおしゃれさ。完全に流行るね。面白かった。原作の空気感はそのままにしっかり動きで見せる作りになってて最高にアニメだった。あんだけヒロインの肌はだけててみじんもエロくないのおもろい。掛け合いもテンポ良くて最後まであっという間。違いがあるとこあるけどどこも了解へん。特に最後は最高。オープニングの作画がバチ好み。高倉健みたいな渋い男が好きなものとオカルトオタクのオカルン。オカルンの本名にはひっくり返ったっけ。まさに運命の出会い。UFO は信じるけど幽霊は信じないねじらせ具合がオタクだな。笑い。妖怪と宇宙人の対決には燃えるし、声優陣の豪華さにしびれる。異世界ものが飽和状態のこの時代に宇宙人とか幽霊とか古風なオカルト話ってのがすごい刺さるんだよな。オカルン CV 花江さんは愛すぎてるし、作画もレトロな雰囲気に合っててよい。原作の画力はさらにヤバいので、気になった方は原作を読んで。幽霊、宇宙人、青春、恋愛、あえての昭和感ある演出も本作にはぴったり。漫画の時点で躍動感すごいからアニメ化大丈夫かとも思ってたが、アニメならではの動きで差別化してるのも良き。幽霊、宇宙人信じるのはどっちか。互いの理解を超越した怪奇の世界へ足を踏み入れる2人。オカルト×SF× ラブコメってジャンルとして最強すぎるし尖ってて良いな。作画と構成が不気味さをより際立たせてるし、まさにカオスだ。やりたい放題のアニメが始まったな。苦節4人間たちに宇宙人と幽霊でまさにカオス。桃のキャトラレシーンには大変満腹。超常現象同士の戦いは迫力満点なのに、こいつら一物の話しかしてねえ。いろいろあったけど、最後は高倉健に収束する。恋の爆発落ちに爆笑です。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた
次回の動画でお会いしましょう。